を洗うのはなぜ？小豆洗いの生態を徹底調査。やっほー、編成アザラシ系ナビゲーター、ネオだよ。どうも、相方の真珠のキリンさんです。今日は川辺から聞こえてくる不気味な初期サウンドの主、小豆洗いを徹底調査だ。小豆を洗うだけなのに、全国区の知名度。気になる妖怪さんだね。そうなの。でも、小豆を洗うのには理由がある。今回はその理由を徹底調査するよ。まずはビジュアル。江戸後期の絵巻では背の低い坊主姿、大きな目、たらいで豆を洗うシーンが描かれているよ。一番有名な姿だよね。なんとなく愛嬌があるんだよ。わかる。おじさんっぽいけど、なんか可愛く見えてくる。でも姿は見えず音だけっていう説もあるし、地域によっては女性とも言われているんだって。姿が見えないから、みんながそれぞれ自由に姿を想像してるのかもね。確かにそうかも。小豆を洗うアザラシの可能性だってある。めっちゃメルヘン。小豆洗いの見た目は知ってても、何をする妖怪なのかみんな知ってる？川辺とか橋の下で小豆を洗うだけの平和な妖怪じゃないの？実はそれだけじゃない。いろんなお話があるんだよ。娘がいるお母さんが小豆洗いを見ると、娘が早く結婚するとか、貧乏な百姓がお嫁さんに贅沢させられないのを見かねて、大量の赤飯を置いてってくれたりとか。わあ、とっても優しい妖怪さんなんだね。ところがどっこい。小豆洗いが歌う小豆洗おうか、一食って食おうかっていう歌に気を取られると、川に誘導されて落とされてしまうんだよ。両極なお話があるんだね。そうなの。それと、妖怪になった経緯にもたくさんの物語があるんだよ。昔々、小豆の数を数えるのが得意で、和尚さんにものすごく可愛がられていた小僧がいたんだけど、それに嫉妬した他の小僧が背中からドン！井戸に落とされた小僧は、亡くなった今も小豆を洗いながら数えているっていう説。あと、小豆に石が混ざってるじゃない。で、姑に怒られちゃった女性が川に身を投げて以来、川から小豆を研ぐ音が聞こえるようになったっていう説。あと、生きて帰れないと分かっていても、戦争に向かった上司のために、お赤飯を炊いた娘の姫君っていう説もある。いろんなお話がありすぎて混乱してきたよ。一人だけじゃなくて、小豆洗いファミリーの可能性もあるよね。大家族説？また新しい説が生まれちゃった。小豆洗いの妖怪パワーをまとめると、その1、サウンドループ。初期音を鳴らし、人の注意を奪う。その2、リードフォース。音につられて橋や川辺へ誘導。足を滑らせドボーン。その3、エコーボイス。小豆洗おうか、人とって食おうか、と歌い、恐怖心を倍増させる。その4、レディーファースト。娘を走行へ導いたり、嫁に赤飯を食べさせてくれる女性への幸運効果。川に落とされないよう安易に近づかないのが基地。あとは、お餅のふりすれば危機回避できるのかな。ネオがキリンさんのママにあるから安心して。絶対ネオちゃんが娘だって。小豆洗いの正体について学者さんたちの推し説を一気に紹介するよ。イタチ、キツネ、タヌキなど動物小説。鳴き声は尻尾の音が豆とぎにそっくり。カエルやチャタテムシなどの自然音説。虫やカエルが壁と障子をこする音が豆洗いに聞こえていた。水温、小石が転がる地形音響説。海岸の小砂利や洞窟の反響音が原因っていうのもあるよ。全部聞こえ方に注目してるのが面白いね。いろんな説があるけど、元をたどれば音がきっかけって感じだもんね。小豆洗いの出没情報は全国各地にあって、ゆかりのある場所がたくさんあるよ。中でも山梨県笛吹市にある藤ぬたの滝が有名みたい。1メートルくらいの小さめな滝なんだね。そうなの。公園として開放されているから気軽に見に行けると思うよ。あと、
鳥取県境港にある水木しげるロードでは、ブロンズ像の小豆洗いがカッパの横でショキショキ中。小豆洗い以外の妖怪もいっぱいいる。行ってみたいな絶対行こう。珍獣と妖怪のコラボレーションだ。だよせー。小豆洗いはアニメや映画でも大人気なんだよ。例えばさっき紹介したブロンズ像。有名だから知ってるかもだけど、水木しげる作の漫画「ゲゲゲの鬼太郎」に出てくる小豆洗いがモデルになっているんだ。あとは妖怪ウォッチにも出てくるし、映画の妖怪大戦争に出てくる小豆洗いも有名だよね。ナイナイの岡村さんがやってるやつね。この映画好きで何回も見たな。どの作品でもやっぱり見た目はみんなちっちゃいおじさんなんだよね。いつか女性バージョンでも見てみたいな。ネオが小豆洗い役やろうかな。不思議と似合いそうな気がする。では今日のまとめ。川辺や橋の下で小豆を洗う妖怪。小さいおじさんの姿が有名。女性説もある。走行に導いたり、赤飯をくれたりと女性に優しい。歌声につられると川に落とされる。正体は小動物、昆虫、自然温説など。藤ぬたの滝や水木しげるロードがゆかりの地。現代でもアニメや映画で親しまれている。川でショキショキって聞こえたら要注意。みんなも夜の水辺では足元に気をつけてね。小豆洗いさん、ただの豆名人かと思いきや、深い歴史とミステリーがいっぱいだったね。ほんと、調査すればするほど新情報が出てくるよ。真相解明したい。いつか本人に出会ってインタビューできたらいいな。川辺の取材でもアザラシなら泳げて安心かも。そのために転生したのかも。運命？次はどの妖怪を紹介しようかな。コメントでリクエスト待ってるよ。ミネオではいろんな超常現象やオカルトを調査しているよ。チャンネル登録と高評価もよろしくね。まずは貧乏な百姓。貧乏な百姓がお嫁さんに贅沢させられないのを見かけ、生きて帰れないと分かっても戦争に向かった。これの読み方がわからない。はやこん壮婚なんだ。間違えちゃった。娘を壮行へ導いたり、小豆洗いの出没上昇。出没上昇。情報。あと、鳥取県。読み方が。あと、鳥取県境港にある水木しげるロードでは、ブロンズ像のいつか女性バージョンでも見てみたいな。いつか女性バージョンでも見てみたいな。ピコちゃん、静かに。いつか女性バージョンでも見てみたいな。うるさいよ、ピコちゃん。川辺の取材でも、アザラシなら泳げて安心。ピコ。